ビザの申請忘れてたんですよ、僕。就労ビザ申請を忘れてて、仕事が止まったんですよ。これ後から分かったんですけども、就労ビザの申請を忘れた次の日に訴えられた訴えられたんですか？シンジケートって何つうんだろう。要するに悪い人が日本人を専門に陥れている人がいて、金を起こすみたいな。フィリピンで。そう、セットアップって、つつもたせっていう日本でも分かりやすいかもしれないですけど、つつもたせみたいなのをされたんですよ。で、日本食レストランでご飯食べてて、近くにカラオケ、日本でいうキャバクラみたいなのがあって、その時にレストランから出てきて、キャバクラの前なんです。キャバクラじゃない女の子っぽいウェイトレスみたいな子がいて、その子は僕に近づいてきて連絡先渡してきたんですよ。連絡取り合ったんですよね。しばらく連絡取り合ってて、で、いろいろ大変な問題あると。今考えると、まさに日本人が騙される典型的なパターンなんですけど、その時は、その子がかわいそうで、住むところがない。で、僕はケソンシティに住んでて、で、マカティっていう友達がいっぱいいたんですけど、何人かいたんですけども、遠いんですよ。だからマカティに僕とその時の親友のカティって子がいて、その子は日本にいたんですけど、一緒にアパート借りたんですよね、マカティに。半分こしようって。日本から来た時使えばいいけど、僕も1週間に1ヶ月に1回ぐらい使うかもしれないから借りてた、マンションがあって、じゃあそこにとりあえず住んでればいいじゃんってその女の子に言ったんですよ。で、住んで、2、3ヶ月かな住ましてあげて、で、出てく時に、なんかお金くれないと大変なことになると。その女の子が自分でもう住む家はいらないって出てった。契約がそこは切れる話だったんですよ。アパートが。やっちゃんがもう出なきゃいけないと。そう、もうだから。アパートの契約切れるから。だからその女の子にも、もうちょっと出てってくれないかっていう感じだった。そう。で、そしたら出てくる金を起こさないと大変なことになったんですよ。何言ってるかなと思って、じゃあ助けてあげてたわけだからって話で言ってたら、急にそのシンジケートの人と弁護士と、そのシンジケートのお父さんが弁護士なんだけど、もう有名、悪くて有名。それって何？フィリピンの人？フィリピンで呼ばれて、金を500万円ぐらいかな、払わないと訴えるって話で、訴えられるようなことないですよねって話。だってそもそもその女の子が家がないとかっていう話で、ここ使ってもいいよ、住んでもいいよってことで済ましてあげたわけ。善意で。それでもそのアパートの契約切れるから申し訳ないけど、ちょっともう出てってくれないかなっていうふうに言ったら、今度お金をちょっと必要だからくれと。ちょっとじゃないんだもんね。で、それを断ったんだ。断ったら、そういうシンジケートの人が裏から出てきて、おい、金起こすみたいな。500万円くれって、500万円取って、すごい話だ。そう、大変なことになるよって言われて、じゃあ、男女の関係が1回か2回あったから、それをじゃあ言われるのかなって言われてもしょうがないなと思って、そしたら、その1週間頃ぐらいかな、社会から電話あって、やっちゃん、ファックス入ってきたからやっちゃん大丈夫？要するに、事件が起きてファックスがニュース報道各社に入るんですけど、大丈夫って何がって言ったら、女の子に訴えられた時、こんなことを訴えられてるって、で、その時その子だと思わなかったんだけど、その次の日に、こっちのスポーツ紙みたいなのがあるんだよね。それがね、7紙ぐらい、一面、全部俺。要はスキャンダル報道ですね、これ。そう。スキャンダルとして。そう。その後にそのシンジケートがあったり、打ち合わせしたんだけど、その訴えられた内容っていうのが、同棲してた、結婚の約束してた、性病を移された。で、引っ叩かれたんで、すげえこと言われて、と思って。それってその時に初めて知ったんですか？要は報道が先に出ちゃって、その報道を自分で聞いて、こんなことみたいな話になってる。そう。びっくり。それで、ちょっと待ってと。これ本当に金払おうかと思った、心が折れて。だって外国人ですもん、フィリピンに。後から分かったんですけど、その入国管理局でビザを取るんですけど、入国管理局でも、日本大使館でもその人って有名、日本人を専門にターゲットにしてる。要ははめていくんだね、お金取るために。そう。だから、みたいな話してましたけども、だから仕事ピタッと止めて、不法就労には引っかかんなかったんです。たまたま、よかったって話でやったんですね。で、結局、周りからも言われて、いやちゃんこれ払うとずっと払うことになるから、戦いなさいよってやって戦うことにしてみましたので、まとめると、忙しくてよくって、その同棲してた3ヶ月間で、してないっていう証明するために、テレビ局の入りと、で、うちのマンションの全部入りと出があるの。記録されてるから。記録があるのと、あと、モールツアーに行く移動の時間も含めて入りと出
で、そのマンションに僕が何回行ったかっていう証明が、1回しかなかった。その3ヶ月だから、そうそう。だから1回しか会ってないんですよ。で、結構ね、そのね、シンジケートの人がね、いい加減で、その性病もなんだっけな、男性からする病気じゃないけど、性病って移されたって話で、あと、殴られたって言っても、同棲してるはずのマンションに殴られたっていうんだけど、1回しか行ってなくて、何回も行くたび殴られてたって言ってますよねっていう、犯人が言って、だって1回しか行ってないじゃないですかって話になって、もちろん勝ったんだけど、まあ時間かかったし、何よりも弁護士費用が300万円かかりました。で、終わってビザ取って、また仕事始めたんですけども、嫌になっちゃって、そのなんか有名税って言うんですけど、何をしてるのかなと。そもそもこんなはずじゃなかったと、フィリピンに来たのは。それで周りと相談しながら芸能界はちょっと辛いんだよねって話をして、ただ全くゼロにする気はなかったんですけども、つながりって大事だから。で、前の人に制作会社の人が、じゃあやっちゃん芸能事務所やんなよって。ドラマとか映画の日本でいうエクストラ派遣会社。うちのドラマで撮ってあげるからっていうところが始まって、そのタレント事務所っていうのが始まりました。今はそれプラス、番組の制作会社もやってて。ごめんなさい、それっていつぐらいなんですか、その芸能事務所を始めたのは。2007年とか、2007年か8年か9年。で、制作会社始めたのは、確か2015年。これで、今現在はどういった、ずっとそれも継続しながらってことなんですか、今現在は。タレント会社の方は、もう今、ほぼ休眠なんですけども、番組制作会社の方が、例えば日本の大きな大手のテレビ局のドキュメンタリーとかをリモート撮影みたいな。前は、日本のテレビ局からこっちに来て、番組撮影コーディネート一緒に回って通訳とかロケーションの許可証とか、今はなかなか来らんないから、向こうからこういうドキュメンタリーを撮るから、こういう絵を撮ってきてくださいっていう指示が来て、リモート撮影とかしてます。だから、かろうじて仕事はありますけども、大変ですよね。まあだけど、とりあえずはこれからも今までと同じことをしていくっていうことなのかな。それともその他に他にやりたいこととか、仕事の面でもプライベートな面でもってあれば最後に。今、趣味でマッサージやスパもやってるんですけども、やっぱ趣味っつっても赤字にならなければいいんですけども、秘密基地みたいな自分のなんていうんだ、ちっちゃな日本食屋さんがやりたいなと思ってます。わかりました。ありがとうございます。また、機会があればインタビューさせてもらいますんで、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。